最后一集了，还是蛮舍不得的。我可喜欢马路希尔每次抱着其他人的时候了，就感觉特别的幸福。这几个精灵也不知道什么时候还会再出现了，可能下一季了。哦，其实查克现在腿很长。年寄りの散歩か？一つ気になってるんだが、今の姿、実年齢と外見年齢の差はどうなってんだ？差不多吧。お前今何歳だ？26歳。戦士から見て今のライオスは何歳くらいに見える？60歳ほど。ドワーフはトールマンの2倍半の寿命だから、トールマンで26歳だと、ドワーフで65歳くらいか。まあ、だいたい外見は実年齢に影響されると。さらに気になるのが残りの寿命だ。変化前と同じペースで年を取るのか、変化後の姿に準じるのか。衰老速度 trigger。顔してるけどな。後者だった場合、俺たちハーフフットの平均寿命は50歳。那希尔查克也就确实是中年了。そこまで寿命が短いの？100年くらいは生きるんじゃ。いるにはいるけど、ごく一部だ。他又舍不得希尔查克。冗談だよ。俺が言いたいのは、その場合このキノコは都合が良すぎるってことだ。大金積んで他の人種になりたいやつは山ほどいるが、あのキノコを市場で見たことがない。つまりこの変化は一時的か、まずい副作用があるか。副作用か。あり得る。何かに使えないか考えてたけど、そううまくいかないか。何かってなんだよ。味にでもなりたいの？そうじゃなくて、俺が考えていたのはファリンのことだよ。ファリンの？もしもの話だけど、なんか全部うまくいって狂乱の魔術師を倒す。ファリンが正気に戻る。私は何を？市場に哦，不，就让他吃这蘑菇吗？莱欧斯很聪明的。魔力の薄い人里では大型の魔物は生きていけない。魚が水の外で生きられないように、そもそも人里でファリンは生きられないかもしれない。そこで例のキノコチェンジリングで下半身を小さめの竜に変えることさえできれば、ファリンも人里で暮らせるかもしれない。真的吗？なんて前向きなやつだ。あまあ俺にも変身願望があるのは否定しない。トールマンってどうも特徴がなくて平凡というか退屈。ねえ、なんか変な音聞こえない？いや、ドワーフの異物の音じゃないのか？石がぶつかるような、だんだんこっ
ちらに近づいてくるような。あ、わかった。ガーゴイルだ。扉をちゃんと閉めてこなかったのかよ。早く逃げないと。どんどん近づいてくる。このままではどこまでも狙われ続ける。待ち伏せて迎え撃った方がいい。でも俺が敵を引きつける。シルチャックは鍋を、井堤は敵の背後へ回れ。選手は機会を伺って。マルシル、敵の距離は？だからもうすぐそこだよ。哦，他是看到了这个狮子，所以太轻了，容易在战场上被波及。そう言われても。变回来了。お前の魔法か？二人とも怪我は？ない。腕の間を通り抜けただけだ。よかった。ケンスケをよこしてくれないか？お。こんな形だったっけ？いや、剣の形が変わった。もしかして今の煙はチェンジリングの胞子？でも所以是把剑给换了物种。俺たちの腕の輪をくぐった。それって。飛び回りやがって。みんな今すぐ全員手をつないで輪になって。哦，就像 OP 里的那样。見てるよ。で、どうするのだここから？ガーゴイルをこの腕の輪に通す。私の予想通りならガーゴイルの姿が変化する。来たぞ。避けろ。そっちは壁だろ。こっちだ。哦，半身人太惨。身動きが取れなくなってる。卡住了。这是国王的样子吗？そうか。これはチェンジリングの生き物でなければ変化も早いのか。ライオス、大丈夫？痛いけど平気だ。ドワーフの体は頑丈だな。くそ。あいつは地上に降りてこないな。どうやって腕の中をくぐらせ？猫猫好可爱啊，感觉就是一脸正气。マルシル。少しいいか？哦，把拽过去吗？いけそうだ。不要迫害半身人了。奴の間合いまで距離を詰めるぞ。攻撃を誘うんだ。ねえ、掛け声に合わせて走れ。行くぞ。哦，又开始 trigger 扳机社的这个。头背，这是什么？撒尿。为什么？所以那个嘴巴是对着他的这个尿的吗？念入りに洗い流した方がいい。今の俺たちはキノコの苗床だ。啊！なぜあのキノコ不愧是莱欧斯。よくわかった。チェンジリングに姿を変えられた動物。同族に嫌われる。死ぬ。そして新たなチェンジリングに。大した副作用だ。大家马上就习惯了，适应了这个石像。食事の支度でもしながら待とう。もちろん。
健介哦，姿になってしまって、中身が変化して鍵になったのはキノコのせいとは思いがたいが、水洗いすれば治るんだろう。这个镜头有点让我想到之前狂乱魔法师的那个。今日の飯はダンプリングが余っているからそれを茹でるぞ。またあれか。何か問題が？別に食い飽きただけ。食い飽きだ哦，なあいつは。森西調理法を変えてみるか。フライパンで油を熱し尖角，ダンプリングをそっと入れる。あ、熱い。皮がきつね色になったら引き上げ、油を切る。井筒は食が細い上に気に食わないと絶対に手をつ他都记得呢。十分食わせるためには手間暇をかけないと。哦，还有那个毛。どうだ、井筒。あげただけ。哦，森西。もしや他也要吃吗？这也太方便了。形が変わった。やはり口部分が和の役目を果たすようだ。そしてダンプリングは種類が豊富。そんなもの食べて胃からキノコが生えたらどうすんだ。ヒポグリフの肉を食べてもそうはならなかっただろう。消化は強い。さあ、食器を並べるのを手伝ってくれ。完成。哇，晶莹剔透啊！すごい種類。马路希尔太可爱了。バロメッツの肉が入ってる。ほう、羊肉か。具材も変わるとは。うわ、チーズ入りだ。甘いやつだ。何の肉だこれは。变回来了。啊！体が元に戻ってる。くそ、寝覚めが最悪だ。よかった。本当によかった。哦，他们都是把金叉哥当孩子，因为涼しい格好に着替えた方がいいぞ。この海藻は暖かいから。生き物は繁殖しやすい気温だが、この環境ではこの先生物がいるかどうか。ソーセージか何か作っておけばよかった。そういや、前にレッドドラゴンの肉で。哦对，还自己滚回来的。あれは失ったのだ。あ、そう。まあいいけどさ。暑いのやだな。なぜ剣を布で覆ってるの？これはその、ちょっと見せて。いや困るよそんな。見せなさい。どうする？长蘑菇啊！发霉了。ボコボコにするか。今すぐ水で洗ってきなさい。他还留着这些。そっちはどうだ？変な建物があるだけで他に道はないみたい。変な建物。马路希尔这发型儿，おそらく自動トロッコだ。ちょっと中を見てみよもう動かないでしょう。解体して売ると結構いい値がつくんだよな。動いた。戦士何したの？何もしとらん。人が乗ると動く刀のかも。我这突然很迷宫，好像那种游戏里的。猫猫还是很粘马路的。あまり大したことは書いてなかった。まあ今のところ危険な感じもしないし、行けるところまで行ってみるか。茶でも入れるか。それは？ドライアドの種をいったものだ。魔法陣はかけたか？多分いまいち作動してるのかよくわからないが、ゆっくりだが熱は加わっているようだ。ところでライオス、お前たち兄弟はなぜ？要说他们的 backstory 啊。俺？
一攫千金を夢見る手合いには見えないが。莱奥斯没有那种世俗的欲望。10代の頃、俺は故郷の村に嫌気がさして、町の学校へ行って兵隊に入ったんだ。でも結局、好帅馴呀！染めなくて、町を通りかかった大将に拾ってもらった。だそうかよ。接着雑用をやりながら転々と南下して、近くの魔術学校でファリンが暮らしていたから顔だけ見ていくつもりが、どうしよう长发公主。一緒にこの島にたどり着いたわけだ。俺たちが島へ来た哦，好可爱啊！で護衛の仕事はいくらでもあった。哦，这个地方马路和法林也来过。今に至ると。なんという将来設計屁人实锤と。もかくなぜ妹まで学校の方がいい暮らしができたろうに。ファリンの子供時代はあまり恵まれたものではなかった。魔術の才があったばかりに阻害され、そんな周囲に嫌気がさして、俺は1年先に村を出てしまった。魔術学校に入るまで、いや、マルシルに会うまでずっ哦，と一人で食事をとってたんだ。他和马路西儿都是彼此非常重要的人。まあ、俺よりはるかに精神が頑強だったから、あんなに何とも思ってないかもしれないけど、だからもう二度と不能让他孤身一人。少なくとも彼女が選んだ新しい。我觉得法林应该对恋爱没兴趣。这更加增强了马路西尔他的这个愿望。よくいろんなものを拾ってきてくれた。よくわからない木の実とか、よくわからない草とか。他的第一个朋友。思ってたけど。マルシルと一緒に食べたかったんだろう。早くまた一緒にご飯が食べたい。すぐに食えるよ。わしが思うに、今のファリンはベーコンエイドだ。以前、魂を卵に例えただろう。哦，对，ベーコンに卵が乗っている、くっついているが、きれいに剥がせそうな感じもする。それがファリンだ。比べてイズツミなどは具入りオムレツだ。頑張れば具を取り除くこともできるだろうが、卵がボロボロになるのは想像にたやすい。だから、イズツミの場合、もっと慎重に不落下任何一个人。探る必要があるだろう。それはつまり、下半身の竜を切り離せば、ファリンを人の姿に戻せると。さすがにそう単純じゃないだろう。あの時、わしは竜の肉で保存食を作ったが、それらはすべて血肉へと戻り、ファリンと融合してしまった。一方で、竜に戻らな哦，可以，所以可以分割，わしらが夕食で食べた部位だ。所以要把法林吃掉他吗？の生物に消化された肉は自己を失う。それはこの生と死が曖昧な迷宮の中で唯一明確な掟なのだと思う。それでは竜の部位をすべて食べてしまえば、竜の魂の从救妹妹到吃妹妹。なんというか、戦士がそんなことを言うなんて、そういうことには反対かと。わしは今でも人の蘇生には反対だ。しかし、ファリンは今生きているし、お前たちはただ彼女を迷宮から解放してやりたいのだろう。その手伝いなら喜んでやろう。竜の部分を食べる。しかし、それは。
这是他想的。今までで最も望みのある方法じゃないか。他に何か代案あるか。殺した生物を自分のものにするために食べる。そうだ、なぜ気づかなかったんだ。今までずっとやってきたことじゃないか。就回到这个核心，だが、あの巨体。可以吃好几顿， 5人で頑張って1日1キロ。狂吃。完食には10年以上かかる。这确实是个重要的问题。俺がキロ食えると思うか。ハリンの体調も考えるとそんな時間は分给大家吃，では请大家开宴会，给兽人一起吃。気づいてきた人脈がものを言う時だ。俺に人望を求めるのか。皆無ではないだろう。思い浮かぶ顔はないか。卡布尔，对，可以给兽人吃。たくさん食べてくれそうで期待できる。黄金城の住人たち。少し食欲に乏しい。他们肯定很乐意帮忙，但是そこは人数や家畜でカバーできる。あと、ナミやシオンたち。あの二人は情に訴えればいける。あとカブルーも魔物不職に。他不。と、今のところそれくらいか。いるじゃないか。でも完食には遠いよ。あと一個中隊は欲しいが、しかしまあ。这不是还有那些精灵吗？先の目標ははっきりした。1、最深部から有力の獅子を解放する。2、啊，超人！狂乱の魔術師を無力化する。3、ファリンの竜部分を一緒に食べてくれる仲間を探す。路飞表示很赞。いけそうな気がしてきたな。豪勢なパーティーになりそうだな。迷宮内に好乐观，莱欧斯。なんだこの哦，他们又来，迷宮の空気がよどんでんだよ。お前たちが潜ってる間に他们跟卡布尔変わったんだ。変わった。見りゃすぐわかる。まあ、肯定还是来帮莱欧斯他们的。気に食わない変化だろうな。哇，他们这个组队很有意思，感觉。そんなもの食べるな。随分と騒がしいな。歩きキノコ。ファリンの竜部分をステーキにして。已经在想配菜了。どうだろう。シチューの方がいいか。骨から出汁が。バリンで献立考えてる場合じゃねえだろ。腹減った。何か作るか。賛成。ダンジョン飯。それは食うか食われるか。そこには上も下もなく、ただひたすらに食は生の特権であった。ダンジョン飯。哦，ダ要ンジョン飯。哦。但我好喜欢这个结尾啊，真的就有一种很好的在收场的感觉。哦，我会好想念他们的，我还没有想好要不要去看漫画，或者可以先把前面的，就是动漫已经播出的这一段漫画可以先看了，补了，因为漫画好像有很多就是细节，还有就是迷宫的设定等等。现在因为有了就是新的希望、新的解决方法，感觉现在听这个歌也是充满着欢快的气氛了。
首先，我真的很喜欢这一集整个的编排吧，包括就是最后通过莱欧斯和法林讲他们之前的故事，还有包括他们为什么进入这个迷宫，来给这一季做一个收束。好像从第1集他们就开始在找法林，想救法林，到了最后一集，他们还是没有真正救出法林，但是至少现在有了一个切实际的，虽然看上去比较颠的一个方法，感觉已经能预想到一个非常健全的结局。最前面他们讲到这个每个人种他们这个衰老速度，真的又把马尤希尔给吓到。半生人只有50岁，确实太短了。马尤希尔马上就反应到，很短的时间内就会失去切尔查克。而马尤希尔居然第一次才知道这些事情，我觉得这更会铺垫或者加强他这个想要得到那个魔法书，或者说那长生不老魔法的这个愿望了。跟他身边的这些伙伴相处的时间越久，他就越想留住他们，这样在迷宫里面他的这个欲望就变得越大，那他随之来临的危机可能也会更大，就形成了一个循环嘛。莱欧斯也真的是救妹妹心切了，不管遇到什么事情，他第一反应都是这怎么样能帮助到救法林。莱欧斯还要跟法林之前的故事也能看出，跟莱欧斯对于法林还是很内疚的吧。他们离开这个村庄，他也想打拼，然后能让法林也有更好的生活，最终自己也算一事无成吧。法林在学校看到莱欧斯这样窘迫的样子，那肯定还是非常担心他的哥哥的，所以也就是跟着莱欧斯一起上路了。他们兄妹俩一直都是互相扶持到现在的，对于彼此的担忧、想念是更加深厚。回忆里的时候，也是展现的是法林一直在餐桌上吃饭的样子，真的是把他们两兄妹的故事又结合到迷宫饭这个主题里。法林一直是一个人在餐桌上吃饭，直到马卢希尔他的这个朋友的到来。迷宫饭他一直强调的不仅仅是吃饭，还有怎么吃，比如说是要有规律的健康的饮食，其实也侧重在了这种大家欢聚的时光。马尤希尔想到法林也是曾经法林可能想要展现出他想跟马尤希尔共同进餐的这个愿望，然后马尤希尔也说他好想再跟法林一起吃饭，这个真的太触动我了。一日三餐是人们都离不开的一件事情，越是这种日常的事情，越想跟自己最重视的人一起做。希望能在未来的日子里还能陪伴着彼此，在餐桌上吃着一日三餐，这样子过着很日常很平常的生活。是法林的这个灵魂像这颗蛋，就是可以跟培根分开。我觉得也是想到这个迷宫它本身就是可以把人的这个灵魂给困住囚禁住嘛，等于说它的灵魂还是完整的，就可以这样子直接整个掏出来的感觉。这个龙的肉体，也就是这个培根的部分，就是它也得被吃掉，因为要把这个龙的灵魂给消灭掉吧，消解掉。这样，我也很喜欢森西非常自然的也说到，要可能之后怎么样去解决猫猫它的这个问题。虽然时间很短，但是他们真的已经完全成为一家人了。看到莱欧斯就是马上反应说那要吃几顿啊，其实一开始肯定就觉得他有点颠颠的，但其实莱欧斯他一直都在思考问题的本质，甚至连猫猫这一次都在说啊，这是重点了。莱欧斯虽然看上去是少了点人情味儿似的，但其实他非常擅长把自己隔离在这些情感欲望之外，然后有时候能理性的思考，觉得这是他很出众的一点吧，让他变得很特别。我已经迫不及待看到他们能够分食法林的时候了，感觉会是一个非常其乐融融的大聚会。又回到迷宫饭的这个主题了，大家也能抛下这些种族人种的这个隔阂。莱欧斯想到配菜也合情合理吧，毕竟不能光吃肉嘛，那么多人，大家总得营养均衡一点。就是最后出现菊狼、娜丽和卡布尔他们，我非常非常期待他们之后的故事，应该也会稍微回溯一下他们是怎么相遇的，或者是他们就是在莱欧斯他们发生这些事情的时候，他们在经历一些什么样的冒险。真的还是很舍不得迷宫饭第一季就这样完结了的，真的觉得它带给我太多的惊喜了。我非常非常喜欢这个故事，不管是它的这个主题，还是这些人物的设计，包括迷宫的设定，真的让我不得不佩服这作者的脑力。他所传达出来的这些哲理也是非常有温度的，是个非常充满人文关怀的，捕捉到这些生活百态的这么一个作品吧。
完美的融合了一些严肃的部分、温暖的部分、热血的部分，还有很多搞怪的部分，包括它这个迷宫设定的这些底层逻辑又非常的严谨。真的好久都没有看到一个让我能又哭又笑、无法自拔的这样一部番了。已经看到它的第2部宣布制作了，不知道什么时候才能上映，但是希望下一次那个时候我们还能聚在这里进行 party。突然想上一个ED。这个时候就很适合听 party。那这是我们到这结束，我们下期再见，拜拜。